新しい髪型はコメントに感想を書いてくれてもいいんですよ。まあちょっと今日の話題にも出てくるんですけど、働いてそうな髪型ということでちょっと爽やかな感じにしてみました。はい、これでねバシッとスーツを着る予定なんですけど、まずスーツを持ってないっていうね、いうのは多分また後で出てきます。ということで1個目の内容、最近見た映画ドラマのおすすめ。逆におすすめしてもらいたいくらいで、自分はドラマは特に見ないんですけど、見た映画で言うとベノム見に行きましたね、マーベルの。であれはやっぱりマーベルの作品とかディズニーの作品とか、インサイドヘッド2も見に行きました。何も考えずに楽しめるというか、自分結構考え屋さんなので、すごいいっぱい考察とかしちゃうんですよ。でもそういうのなしに楽しめる映画で楽しかったなっていうのが最近のあれですね。入り組んだ後に最後驚きの展開がある作品よりも、最近はそういうこうなってくよねっていう展開に分かってる代わりに、その要素をすごい頑張ってる映画っていうのが楽しいなって思いますね。逆に入り組んだ映像作品とかで細部のこだわりが欠けてるやつとかがちょっとなーっていうのがここ1年くらいの感想かな。また全然関係ないんですけど、自分のお父さんが妹におすすめされたカンドラを80話くらい、エピソード3まである80話くらいのやつをずーっと見てて、はい、それをたまに見て、カンドラって結構見え見えというか、日本のドラマみたいにまさかそんなみたいな感じじゃなくって、韓国ドラマはもう分かりやすい演出とかがあって、それがおもろかったですね。あとは出てくる人結構みんな綺麗で驚きました。はい、続いて就活について聞きたいです。私から言えることはあんまりないというかね、インターンとかでね出会っちゃったら気まずいくらいですけど、正直あんまりやってなくて、就活用のスーツも持ってなくて、大丈夫なんかっていう感じなんですけど、今後ちょっと本腰を入れていく予定です。はい、ちょっと人と関わるような仕事ができたらなとは思っております。言いに行く可能性も全然あります。教授がね言ってほしそうなんだよね。今度成人なんですけど、成人式のエピソード聞きたいです。なんだろう、あんまりプライベートな話になると、その知り合いとかも見てるかもだからあれだけど、そうですね、すごい人気というかね、憧れの女の子なのかわかんないけど、モテてる子がいたんですよ、男子から。でその子にアタックするぞみたいに言ってる子がちょくちょく
ってないけど、そういえば眉毛サロンに何回か通って、やばい恥ずかしい、ピクとか言っちゃった。綺麗になってきてるくないですか眉毛。まあ、それもあってね、ちょっと前髪をこの上げるスタイルでちょっと今日うまくセットいってないんですけど、やってます。うまくセットいってないけど、この後塾のバイトがあって、もう今しか撮るタイミングないから、深夜とかに撮影するときはね、わざわざセットし直したりするんですけど、元カノ何
欲しいものもコメント欄に書いてください。すごい共感します。送ったりはできないですけど。ファッション、コスメ、スキンケア、さっき話しちゃいましたけど、なんだろうな、眉毛サロンの話で、なんか今これ眉毛描いてないんですけど、もうちょっと長い方が似合うと思います。みんな眉毛と、あるかな、眉毛のペン。ダメだ、眉毛のペン今ないからちょっと描いてみせれないんですけど、なんか自分的にはもうちょっと長くてもいいかなと思ったんですけど、どうですか？はい、雑談というかただの質問しちゃったけど、あとはなんだろうな、ファッションの話もさっきしちゃったし、なんだろう、細いネックレスが欲しいですね。こう華奢なネックレスが欲しい。今ちょっとこうついのしかなくて、なんか大人っぽい雰囲気を出したくて、そういうお年頃だから、こう華奢なネックレスとタートルネックみたいな合わせがやりたいから、そういうのがいいかな。あとはなんだろうね、なんか冬の女性ってなんか白すぎません？なんか新しい生き物みたいな白さしてて、なんかこう自然と目で追っちゃう時あるんですけど、あれどうやったらなれるんですかっていう、ちょっとキモい話になっちゃったけど、あれすごいなっていうのですね。ですかね。あとはちょっとここら辺にあったニキビがなくなってきて嬉しい。韓国語でニキビ発見って言われてて、パッパってなってました。年末の過ごし方いいですね。年末か。うちは大晦日は家族で年越しそばを食べるんですけど、これね、何回も言ってる話でね、ごめんね、何回も聞いたことある人は。瓦そばって言って、父の実家が山口なんですけど、その山口の、名物っていうので、瓦そばっていう茶そばを瓦、お家の瓦、屋根の上に乗っけて焼くっていうのがあって、それがもうめちゃめちゃくちゃ美味しいから、それが楽しみだな、年末は。あとは夜に地元の友達とかと初詣兼ちょっとお話みたいなのを毎年やるので、そこで、もう社会人になってる友達とかとも会えるのが楽しみですね。あとは掃除したいですね。綺麗にして年始を迎えたいかな。サンタさんはいつまで信じてましたか？クリスマス系の質問ですね。サンタはちょっと覚えてないな。信じてた時があるのかっていうくらい自分ひねくれた人間だったから、どうなんですかね。今も信じてますよ。サンタさん来ないかなって。視聴者さん、サンタさん来ないかな。サンタさんっていろんなサンタさんがいるらしいからね。視聴者さん、サンタさん視聴者さん、サンタさんね。実際どうなんだろう。
をしてほしいぐらいマフラーが好きです。はい。女子3人組に悩んでる。まあ昔もこういうの聞きましたね。いつも私一人後ろでにいます。体調などないですか？どうですかね。まあ、自分とかは全然後ろでも気にしないというか、後ろから話しかけるタイプですけど、まあ歩き出しが重要なんですかね、ああいうのって。どういう感じであの陣形って整っていくんだろう。難しい。でももう前歩くのがいいんじゃないですか。前に一人歩いてたら後ろの二人のどっちかこう繰り上がって強制的に二人になるだろうし、まあ気にしいさんだからおせっかいだと思うんですけど、まあ、ぶっちゃけそんなに前も後ろも一人も二人も気にしなくても大丈夫だと思いますよ。絶対に大丈夫だと思います。まあ、ただどうしても2人横に並びたいときは自分が前側で最初から歩き出すか、まあ狭い道の時はしょうがないと振り切るしかないですかね。そこでこうスマホとかいじっちゃうと逆に雰囲気悪いから、もう自分とかは後ろにいても死ぬほどうなずきますね。わかるわかるわかるみたいな。まあそういうのをやってる子とかを自分はあの子いい子だなみたいに見ちゃいます。はい。まあ全然最後関係ないアドバイスになっちゃいましたけど、まあ良い子にするのもいいのかな。はい。まあすごい曖昧な回答をパスしましたけど、まあ、自分の第一の回答としては気にしなくていいですね。夜眠れないときどうしてますか？まあ基本は寝ないですね。次の日の用事が相当なことでない限りはもう自分が寝るまで寝ないですけど、まあどうしても寝たい時とかはお風呂入った後にホットアイマスクとか。自分の最近のトレンドは、前まではこうホットアイマスクとヘッドホンを同時にできないやんって思ってたんですけど、てかなんていうの、ホットアイマスクしてヘッドホンするとなんか耳が気になるんですけど、最近それを逆にすればいいやんって気づいて、こうヘッドホンした後にその上からホットアイマスクして、その自分の充電して使うタイプのホットアイマスクだからこうゴムなんですよ。だからすごいピヨーンって伸びて、最近見つけたライフハックですね。まあおすすめはやっぱりASMR かっこ画面見ないでいいやつとホットアイマスクをするっていうことですかね。またこうぐるぐる考え事しちゃうと ASMR 聞いてても眠れないと思うので、音だけのやつよりかはこうロールプレイとかね、こう言葉おしゃべり